今月2回目のライブ戦チケット売れてない。あ、そう。メンタルえぐられて甘くない現実ってのはライブするのは今日も正直怖かったし、今日来てもらった子たちにそれ申し訳ないというか。おはようございます。おはようございます。いやー来ましたね。龍馬のいや来ましたね。ライブ来たんですけどちょっと心配ですね。心配ですか？どれだけのお客様が来ていただけるのかっていうところは実際蓋開けてみないと分かんないですけど、今回ちょっとチケットの売れ行きがあまり良くないということで、前回が前回でめちゃくちゃ良すぎた部分もあって不安な部分が多いなと思ってます。およそ1ヶ月前、わずか1分でチケットが完売し大成功を収めた爆撃龍馬初めてのライブ。このまま勢いに乗ると思われたが、こんなにチケットとかもやっぱしんどいんですか？半分いってないんで、むしろそういう時だからこそしっかり見たいなと思ってます。ネガティブな部分をしっかり見たいなと思って、ネガティブをポジティブに変えるのが俺の今までやってきたことなんで、むしろねそういう時だからこそ龍馬のそばにはいてあげた方がいいなと思ってるんで、はい。軍神が抱いていたのは1回目のライブと比べ集客への不安。会場に到着し目にしたのは、前はすごい長蛇の列だったんですけど、ちょっと思ったより少ないですね。今ちょうど入場開始して、もうケツが見えちゃってるんで、ちょうど少ないですよね、現状として。そうですよね、前回のライブからリピーターの人も少ないってことなんですかね？リピーターの人もいるにはいるけど、やっぱ数少ないですよね。ホスト業も同じじゃないですか。結局リピーターがどれだけあるからじゃないですか。初回で飲み直しました。でも二度と来ません。意味ないじゃないですか。で2回目、3回目、4回目でちゃんと来ていただけることがやっぱホスト業でも大事なことで、アパレルでもそうだし、飲食店でもそうだし、全部やっぱリピートが大事じゃないですか。このリピートができてないっていうところがちょっと不安ですよね。この状況に不安を抱いていたのは軍神だけではなく、今日もそれこそ MV 撮ってて今月2回目のライブ戦チケット売れてない。あ、そう。俺は今ホストでの爆撃龍馬の価値に勝ててない。爆撃龍馬が好きなんですよ。そこの壁にぶち当たってて、その歌手の爆撃必要ですから。夢の一歩を踏み出した瞬間、今それになってて、夢与える側に慣れてない。辛いっすね。なんか甘えれないから、リリアムの時に何やっても許されてた時期にめっちゃ戻りたいなっていう瞬間もあるし、リーダーの時にすごかったじゃないですか。お姫のとこ帰りたいなとか、孤独でマジで心がなくなっていきそうで、夢はそんな簡単じゃない。ホストの爆撃龍馬の周りにはいつも共に戦う仲間たちがいた。その仲間たちに背中を押され夢を叶える一歩を踏み出したはずだったが、一人で活動しなければならない歌手の爆撃龍馬は孤独に押しつぶされそうになっていた。歌を始めたきっかけっていうのが、俺人生変えられたんで、歌ってやっぱすごいじゃないですか。そのメロディーで、その歌詞ワンフレーズだけで人生マジ変えるじゃないですか。ですごい苦労して生きてきたのが一瞬でこう解放されたというか、サッカーもやってたのに全部取っ払って、その日にですよ、サッカーバチンやめて東京すぐ来て、そこで歌やってたんですけど、試行錯誤しながらってなって、もう一回一からやり直そうって言って、6年7年ぐらいホストやって、やっとまたスタート切れそうだったタイミングでやっぱ声かけられた時に、その当時の俺を見てるんで、俺はこの人たちを手差し伸べれる人になっていかないといけないんだなってなった時に、できるかな、不安でしかない。歌で救われた過去があるから強く抱いた歌手という夢。しかし歌の偉大さを知る龍馬だから感じる重圧もあった。葛藤を抱いたまま2回目のライブがいよいよ開幕。もうお前しか見えない
俺だけ見てろさいこのフェガ軍神も見守る中、1回目のライブと変わらず全力のパフォーマンスで会場を盛り上げた。いや本当に今日はありがとうございます。マジでね今日感謝してるんですよ。この会場に来てくれたみんなにはすごいパワーになってます。僕の今本当にありがとうございます。俺はみんなのパワーになりたいと思って歌やってます。ホストをしたくてホスト頑張ってたっていうよりかはもう一回帰り咲きてえな歌やりてえなっていうのでホスト頑張ってねお姫とかにはめっちゃ感謝してますけど、ホストでのさ爆撃龍馬っていうのはやっぱり多分すげえんだよ。俺もわかる。ホストっていう俺はすげえ。ただ歌手の俺は何なんだろうなってすごい最近考える。俺正直ねこの前のライブ終わった後はよっしゃいけるぜってやべえめっちゃいいスタート切った思ってたんだけど、やっぱね甘くない現実ってのはすごいメンタルえぐられて、正直今でもねパンパンじゃなくてみんなにごめんなと思うし、本当にねどうしたら歌手でいけんだろうってめちゃくちゃ悩んでね、もっといろんなことやっていろんなこと知ってもらって何か人生のパワーになれる人間味がないとやっていけねえんだろうなとか思いながら怖いんだよね今ライブするのが。今日も正直怖かったし盛り上げれるかなとか歌手として立ててんのかな俺とか言った時に今日ね今ここに立ってるのはみんなのおかげだなってすごい改めて今日感じてるし、ちゃんとね歌でいくから俺絶対やるから。ホスト爆撃龍馬より歌手爆撃龍馬の方が強えよって絶対言わせるから。マジでこんなキャラだから勘違いされやすいからさ、俺は別に強くねえし誰かいねえと俺無理だし、でもあなたたちのためだったら俺は体張ろうって思います。メディアでもそうだよ、みんなが俺見て元気出るんだったら俺やるから。でもこっからのストーリー、俺の爆撃龍馬たちのストーリーは歌手でお前ら全員救うから。こんでちっせえ箱でさ満帆もできないぐらいの今男だけど3年後見とけよって。これから歌手の龍馬を応援してください。本当にいつもありがとうございます。ステージの上でこれまで言えなかった歌手の爆撃龍馬としての心境を吐露。しかしライブ後龍馬がこぼしたのは意外な一言だった。なんか今日来てもらった子たちにすごい申し訳ないというか、俺じゃ無理なのかなとか、なんかすごいぐるぐる頭があって、感情入ってるんだけど入り込めてないっていうか、ホストじゃない歌手っていうのを選んで、叶えるってなった時に、どう届けたいとか、誰に届けるとか、いろんな環境がごちゃごちゃなりすぎて、マジで迷ってる、どう頑張ればいいんだ、歌ってやっぱ魂じゃないですか、なんか綺麗事とかじゃなくてもっとさらけ出して言いたいなとか、いろいろ考えてよくわかんない。何で行くの爆撃龍馬って？魂で心で行くんじゃないの？心って何で作っていくの？ホストの爆撃龍馬って何だったの？苦しんだじゃん、辛かったでしょ、いろんなこと経験したでしょ。 YouTube やるときつくなかった？最初周りから否定されて、ヘイトがあって失敗ばかりして苦しんだ龍馬がいて、そこに魂が宿るわけでしょ。だからみんな刺さるわけじゃん。
多くの失敗をして苦しんだ経験があるからホストとして飛躍的に成長した。そんな龍馬はいつしか人の心を動かす魂の宿った言葉を発するようになっていた。ここまで来ました。今歌手でやっていかなきゃいけない龍馬ってそこじゃない？いいんだよ、苦しめばいいじゃん今。それが龍馬じゃん。俺もいるやんここに。一緒に苦しもうよ。どうでした？パッと見、入ってるように見えてると思うんですよ。でも実際は前回の半分以下なんで、龍馬も終わった後すぐ話したんですけど、自分が見えなくなってる状態ですよね。何が正しくて何が間違ってて何をすればいいのか、もう今何も分かってないです。もう真っ白な状態ですね。ホストの時も苦労してたと思うんですけど、歌手の世界ってもっと多分甘くないですよね。甘くないですよ。甘くないけど下駄履かしてもらって、それだけのブーストがある状態であれだけのものができちゃってるんで勘違いしちゃってますよね。龍馬も俺もそうですけど、ホストやってて地べた這いずり回りながら一個一個積み上げてきた、それを今龍馬は忘れてるような気がしました。話して最初から出来上がってるものなんかで美しさは感じないじゃないですか。そこが出来上がるまでのそのストーリーが美しいんですよ。でも今の龍馬には歌手としてのその美しさがないですよね。今後のその龍馬さんなんですけど、今度どういう道のりを歩むんですかね。これからはすごい壁にぶつかると思うんで、それをどう乗り越えていくかなっていうところなんで、龍馬一人じゃないんで、俺もいるんで、そこの道筋をちゃんとつけてあげられればいいなと思ってます。そこは考えてます。龍馬という人間をここからどんどんむしろ苦難な方向に持っていって、その自分の中の心というものと向き合ってもらおうかなと思ってます。はい。おい。お疲れです。お失礼します。おい、おばちゃん、座り。お疲れです。前回のライブ、はい。見てから、あの時は結構さ、ライブアウトでバタバタだったからさ、話せなかったからさ、改めてちょっと呼んで話そうかなと思って、どう自分の中での感想は？何も答えが出てないですね。やっぱ歌本気でやろうとしてて、一発目あんだけ盛り上がって、二発目でだいぶ盛り下がって、何が原因だったんだろう、すごいわかんない。何が理由だみたいな。本来はさ、ね、逆なのよ。本来ってさ、5グループぐらいのさ対バンでさ少し出させてもらうとか、そういうところからみんな大体始めるじゃん。自分の曲のために来てくれてる人は3人とかしかいないとか、10人満たない人数をコツコツ積み上げていって、結果あれだけのでかいところのライブを行ってるわけじゃん。でも龍馬の場合逆で、龍馬は先にバーンってね、一発目でもうチケット1分で完売、そのレベルだったじゃん。本来の逆なのよ。でそれってなんでって話なんだよね。なんだと思うそれって、それって歌の実力じゃないんだよ。他の人たちって歌だけで勝負をしてでゼロベースからやってってるの。龍馬の場合ってそこじゃないじゃん。最初ホストというものがあって YouTube というものがあってメディアというものがあって、そこで龍馬爆撃龍馬というブランディングが作られて、でライブがスタートしたじゃん。歌で積み上げてきたものではないんだよあれは。そのメディアという下駄が外れた状態でこれが勝負していかないといけない。だから龍馬はね、やっぱね知らなすぎるよ世間を。チケット一発目1万円、俺は高いなと思ったよ。平均が7000円ぐらいじゃん普通のアーティストとかでも。やっぱホストってさ、そもそも金額が高かったりするからさ、金銭感覚バグるじゃん。でも世の中の人ってじゃあ1万稼ぐのにどれくらい努力しなきゃいけないのって、生活費抜いて、家賃とかもいろいろ全部抜いて、じゃあいくらぐらいじゃあ手元に残るのって、そういうことは考えなきゃいけないじゃん。変わる？抜け出してないんですよね俺が今、すごい、いろいろ、ホストの方からも。ホストやってた頃は目の前にお姫いて、すごい応援してくれてて、こいつらのために頑張ろうとかっていうモチベがやっぱ目の前にいてくれるからこそすぐこうモチベ上がるというか、やっぱ歌に転向した時にどう思いを伝えたらいいのかとか、これからどうファンの心をこう
掴んでいくのかとかもなんか全然分かってなくて、でそのチケットもやっぱお姫目線で考えすぎちゃってた。お姫のおかげでここまで来たから、歌に行くんだったらそこの脳みそを一回捨てないといけないなっていうのもあるし、もっともっと知るべきだと思うよ。俺は昼やってたから分かるけど、世の中の人がどういう思考を持ってどういう生き方をしてて、毎日何を思うのか、未来に何を思うのか、一般の人たちが未来に何を思うかを知らなかったら歌としてその人たちに何かを伝えることできないじゃん。龍馬がホストとしていろんなお姫様のことを見てきて、何を届ければいいかっていうことを龍馬自身が分かってるから、その言葉が届くわけじゃん。だから龍馬が世間一般の人たちのことを理解をしてなかったら龍馬のことは届かないよ。だから俺は龍馬は一回修行した方がいいと思う。何なんですか、歌のボイドレとかってこと？もう昼の一般の企業で働いてもらおうと思って。今の状況で？当たり前じゃん。今の状況以外ないでしょ。今の状況だからでしょうよ。修行？龍馬の中で何が一番大事なの？歌で成功することじゃないの？そうそう。そのために何が必要なのって一番必要なことを一番最初にやりなさいよ。子供たちにだってね、学生の人にだって社会人の人にだってそういう人たちに言葉を届ける、歌を届けるためにすべきことをしなきゃいけないわけじゃん。でも今のさ、じゃあさ、ボイトレしたところでそれ伝わるのかって話でしょ。伝わんないじゃん。だからそれをちゃんと理解した上でボイトレやった方がいいじゃん。ホストの世界なんて俺はまだまだね、昼の世界の領域まで走ってないと思ってるから、深みを作ってもっとね、龍馬の歌を世の中の人に届けられるようなもっと鋭いものに作って変えていかなきゃダメだよ。オッケー？絶対遅刻すんなよ。はい、じゃあ遅刻します。マジで当日ばっかりとかすんなよ。おそらくもう知らないからな。絶対します。また連絡来るわ。先生、ありがとうございます。それで修行。ちゃんとして。じゃあうっす。修行って気分はインザスカイ、言葉なんてのいらない、お前と見つめ合い、準備はできてるかい、乾杯インザスカイ、ふらつきしばいてこぜオンライン。